兄上、今よろしいであがりますか？はて、夫殿が我々に用事とは？ちょっと顔貸してほしいんだぜ。して話というのはですな。兄上、夕霧たちの母上のこと、どれだけ知っているであがりますか？ふむ、まあ想定通りですな。ってことは、旦那の用事ってのもそれだったんだぜ。実際、武田の内輪の恥をさらす行いでやがりますからな。できれば兄上に気遣われたままでいたかったでやがりますよ。故にこのことは他言無用で願いたい。できれば親方様たちにも。あと、ここにも内緒にしといてほしいんだぜ。それもおいおい説明いたし申す。もともと信虎公はかつての騒動で多くの分家に分かたれていた武田家と乱国となっていた甲斐を一代で統一した名君でござった。戦となれば苛烈の一言。その力をもって甲斐の各地の勢力をある者は倒し、ある者は従え、まさに諏訪大社の祭神竹見方の神の化身のごとく。ただ戦時の英傑たる人物が祭りごとにも優れているとは限り申さん。信虎公もその例に漏れず、甲斐を統一した後もその気性は何ら変わりないものでござった。それでも昔はまだ優しいところもあったでやがりますよ。それがいつの頃からか。戦時と変わらぬ重税に民の心も離れ、果ては還元した忠臣の首をはね家まで取り潰す始末。馬場虎貞、山形虎清、工藤虎豊、内藤虎助。信虎公から虎の名をいただいた忠義の者たちさえ例外ではござらなんだ。いや、説はもともと京来氏という家の出でしてな。晴信公の代に功績をもって馬場の名跡を継いだのでござる。あたいの山形も名跡を継いだもんなんだぜ。今の武田に仕える家のいくつかは姉上が母上の代に取り潰された家を復興させたでやがりますよ。家が取り潰されたのはあたいたち四天王ではここだけなんだぜ。工藤虎豊は心の母上でやがりますからな。この件については本当に何と言ってよいかわからんでやがりますよ。ここは優しいからな。こんな話いちいち蒸し返したくないんだぜ。よろしくなんだぜ。それで夕霧たちはみんなや今川家の吉本公の力を借りて母上を駿河に隠居しやがらせたのでやがるよ。その後の甲斐は親方様のもとで新しい体制が敷かれ今に至るのですが、
後の信虎公のことはおおむね夫殿もご存知でござろう。強力だなんて口はばった絵にも程があるでやがりますよ。母上を預かってくれやがっただけでも吉本公には言葉にできない体温がありやがるです。その吉本公の忘れがたみ放っておけるわけがないでやがります。いっそ責めてくれやがった方が気が楽でやがりますよ。ともあれこういう事情にござる。我ら武田この戦では全身全霊をもって吉本公への恩義に報いる所存。どうか夫殿も力をお貸しくだされ。兄上、健介、平気？ううん、健介ならいい。健介、母様のこと聞いた？光から話そうと思ったけど話せなかった。みんなにはいつも迷惑かける。いつもそう。光はいつも間違う。マリにも吉本公にもたくさんひどいことしたのに止められなくて、多くの民の血も流した。クオンと同じ。金ヶ崎間違えるのは光も同じ。夕霧が告げばよかった。武田、母様は武田を夕霧に継がせようとした。光も夕霧ならいいって思った。その通りに夕霧が武田を継いで、光が支えればマリは駿河を失わずに済んだ。
違う？偶然。でも光はたくさん間違えた。夕霧を越後に行かせたのもそう、和葉様たちにも悪いことした。どうにも。今ある手の中で。光殿。あの時みんな泣いてた。民も夕霧も薫も春日も。だから光は母様に手紙書いた。本当は嫌だった。子供の頃みたいに仲良くしたかった。でも光の声届かなかった。だから健介。健介。健介、ダメ。この手、ダメ。涙止まらなくなるから。寂しかった。間違ってるかもって思うの怖かった。
健介。今夜のこと内緒。思い出すのもダメ。恥ずかしい。口封じ。健介。もっと忘れさせる。夫婦の営みだから平気。それにドキドキしてる。だから